こんにちは、ネイリースの中山千恵子です。今回はサロンワーク動画の前編です。スカルプチャーのオフをしてニューセットする指、あとプレパレーションまでが今回の動画となります。後半の動画ではジェルネイルとアートになります。それでは早速オフからしていきます。前回のデザインの表面を削っていきます。そして前回もスカルプチャーをつけております。そして前回のネイルでスカルプチャーを10本ともニューセットしていたので、スカルプチャーを今回はリペアをしていきます。でまず表面ジェルネイル削っていくと下にスカルプチャーが出てくるんですけれども、まず小指なんともなく大丈夫だったので普通にリペアをしていきます。で薬指もこの時はねちょっと大丈夫かなと思っていたんですけれども、中指を削っていった時になんかね下が白くなっていて浮いてるのとはまた違って、もしかしたら一回取れてご自身で接着剤とかで留めたのかなと思ってお客様にお伺いしたところ、実はこちらの中指とあと綺麗にくっついてはいますが、薬指も一回取れて付け直したというふうにお伺いしたので、一度接着剤で付け直した指はもし綺麗についていたとしてもまたすぐ取れやすかったりとか、これをそのまま上からリペアしていくっていうのは良くないので、一度落としていきます。なので中指と薬指は先端も短くしてオフをしやすいようにしておきます。表面がある程度削り終わったら、まずは一度しっかりとダストオフをしてからオフをする中指と薬指にオフ溶液を浸して溶かしていきます。でこの時私サロンワークだといつもジェルのオフ溶液と同じ溶液を使っています。ジェルのオフ溶液でもアクリルを溶かすことができます。溶けるのを待っている間にさらにファイルで細かく削り込んでいきます。アウトライン整えたり表面整えたりすることはもちろんなんですけれども、特に甘皮周りはしっかり削っていきます。地詰めを削らないようにファイルの角度を注意しながら使っていくっていうのもかなりポイントなんですけれども、浮きが残っていると浮きを中に閉じ込めてしまうことになるので、また浮きやすくなります。なので浮いてる部分があったらそこはしっかりと浮いてる部分がないようにしていきます。浮いてる部分はねちょっと白くなっているので、見慣れてくるとパッと見て気づくようになります。小指は浮きの部分がちょっと深めでなかなか取れなかったので、浮いている部分のみマシンのビットの角の部分を使って薄くしていきます。で薄くなると取れやすくなるので、ここの部分をメタルプッシャーもしくはアクリルニッパーなどを使って取っていきます。そして際のところはファイルで丁寧に整えていきます。浮いている部分をすべて取り除いて、プラスアクリルと地詰めの段差がないように根元の部分はスムーズに整えていきます。他の指も削っていきます。浮きがない指は整えるの簡単ですね。そろそろアクリルが溶けてきている頃なので、アルミを外していきます。
アクリルの場合はジェルネイルと違ってパカッと外れる感じではなく、今みたいにモソ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 っと溶けて、モソモソモソっと落としていく感じになります。柔らかくなっている状態のものがまだ爪の上に乗っかっているという感じですね。で、先端の部分は新しくスカルプチャーをニューセットするのでギリギリまで短くカットしておきます。溶け方がね、アクリルとジェル結構違いますよね。地爪の先端部分のギリギリのところもファイルで綺麗にスムーズにしておきます。アクリルニッパーで切ったままだとちょっとガタガタ感があって、フォームはめるときやアプリケーションするときにちょっとやりづらくなってしまうので、しっかりと先端の部分綺麗にスムーズにデコボコがないように整えておきます。それでは甘皮を整えていきます。ここはジェルネイルの時もアクリルの時も同じです。ネイルマシンにグリーンポイントというビットをつけて甘皮を押し上げていきます。必ずサイドから入ってコーナーを通って甘皮周り、反対側のコーナーを通って入ってくる時は反対側のサイドで終わるというように、つながるようにグリーンポイントをかけていきます。そうすることによってこの地爪と甘皮の間にできる隙間をポケットって呼ぶんですけれども、ポケットの深さが均一にできます。で、ポケットの深さを均一に作っていないとケアがしづらかったりとか、塗るときに塗りづらくなります。なのでね、しっかりと均一に押し上げていきます。で、グリーンポイントで押し上げるときに爪の表面にへばりついているルースキューティクルも一緒にこのグリーンポイントで削るというか飛ばしていくようなイメージですかね。爪の表面を撫でるように扱ってルースキューティクルを一緒になくしていきます。先ほどスカルプチャーのリペアのところ浮きをね全て一応取っていったつもりだったんですけど、ちょっと白いところまだねこの指気になったので、もう一度きれいに取り除いていきます。浮きの部分はね必ず絶対きれいに取り除いてください。それでは先ほどの工程に戻ってキューティクルニッパーを使って甘皮を整えていきます。甘皮は取りすぎず、長いと塗りづらいので適度に整えていきます。それではアクリルのニューセットをしていきます。爪の表面をスポンジファイルでサンディングをしていきます。この時アクリルの場合も私はスポンジファイルでサンディングをしています。硬いファイルはね使わないです。地爪が傷んでしまうっていうのもあるし、スポンジファイルでも全然アクリル浮いたり取れたりしないので、スポンジファイルで地爪をねなるべくいたわってスカルプチャーをつけています。まずはフォームをはめる指の先端の形にフォームを切ったら、丸みをつけてからフォームをはめていきます。で、結構ねこのアプリケーションしてる間にフォームの下がパカッと外れてしまうことがあります。で、そうするとせっかく綺麗にアプリケーションしたスカルプチャーに段差ができてしまったりするので、下がパカッと外れないようにハサミでね切り込みを入れていつも折り曲げています。
でまずまっすぐついているかなどをしっかり確認していきます。で上からジェルネイルをしていくのでちょっと先細で作っています。でリキッドを筆に取ってパウダーを取ってミクスチャーと呼ぶものにします。でそしたらサロンワークはいつも私ワンボールでスカルプチャーをしているので、甘皮付近にまずは置いたら甘皮周りを整えます。そこから徐々に先端にミクスチャーを持っていきます。今日は、今回はこの後ジェルネイルをしていくので甘皮付近少し開けていますが、アクリルのみの時は甘皮のもうすぐ手前からアクリルをのせていきます。で特にワンボールスカルプチャーの場合、ここのストレスポイントのサイドのところにしっかりと乗っていないので、しっかりと乗っていないととっても折れやすいスカルプチャーになるので、ストレスポイントはしっかりと乗せておきます。で今回はオーバルのオーダーをいただいているので、アプリケーションの時点でオーバルに整えておきます。ストレスポイント際にミクスチャーが乗っていないと、いくら中央部分に厚みを作ったとしてもスカルプチャーとっても折れやすいです。全体的に薄く作っても折れないスカルプチャーっていうのは、ここのストレスポイント、このサイドの部分までしっかりアクリルが乗っているからなんですね。なので中央がすごい厚くてもサイドが乗っていないと簡単に割れちゃいます。なのでこのサイドまでしっかりと均一な厚みを乗せていくっていうのがアクリルのスカルプチャーとっても大事です。この後スカルプチャーの表面削っていくので、まずはパウダーなどをはけておきます。中にねダスト入っちゃったら大変なのでね。でまず1本目にアプリケーションした方がそろそろいい感じに固まりかけてきているので、フォームを外してピンチを入れていきます。でこの時に硬くなりすぎているとピンチ入れる時自分も痛いしお客様も痛いです。で柔らかいと綺麗にピンチが入らなくなってしまって形が崩れてしまうので、タイミングをね見極めるのは結構大事ですね。ここも後で乗せた方はまだそんなにね硬化してないですね。この見た目的にももうちょっとクリア感増してきます。なので先に1本目の表面整えていきます。そして親指、人差し指、小指のリペアの指なんですけれども、普段はアクリルのリペアの指ももう一度ミクスチャーをのせ直して表面をきれいにして全体的な形を揃えて上からカラージェルを塗っていくんですけれども、今回ねいただいているオーダーのネイルのデザインが10本とも上から結構ねがっつり 3D がデコボコっと乗るんですね。なのでどのみち表面に厚みと硬さができるので、今回はアクリルのリペアの指はこのままでいきます。ただかなり表面ものすごく薄くなってて先端ギリギリつながっているぐらいな指があった場合はアクリル足してますが、今回はそれなりにどの指もアクリル残っているので上からのせる 3D で厚みを補強していきます。それでは今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。次回の動画でジェルネイルと
ちょっとニュアンスチックかなデザインをしていくので、ぜひ次回も楽しみにお待ちください。